皆さんこんにちは、そうです。いつもご視聴ありがとうございます。今、私としげはダイエット目的でウォーキングをしています。以前私は月曜断食というダイエットにハマっているという動画を投稿しました。この月曜断食を始めてから実はすでに6ヶ月が経過しており、今日はこの6ヶ月間のダイエット経過だったり、月曜断食をする上で皆さんが気になるだろうなっていう点や、おすすめのポイントを、結果報告も兼ねてお伝えしたいと思います。まずは月曜断食のおさらいからいってみましょう。月曜断食は針灸師の関口勝さんが考案したダイエット手法です。月曜日は断食日で 1.5 から2リットルの水を飲んで過ごす日です。火曜日から金曜日は低糖質でヘルシーな食事をとる期間。そして週末は好きなものを食べてよい美食日となっています。このように月曜断食は3つのフェーズに1週間を分けて食事をとるダイエット手法です。この食事サイクルを半年間続けた結果、私はマイナス 8kg の減量に成功しました。今でもマイナス 6kg から 7kg 前後を維持しています。ではどれくらいでこのマイナス 8kg を達成したのか、体重の変遷を確認していきましょう。まずは最初の1ヶ月です。月曜断食初日2月28日の体重は 68.9、 こんな感じでぽっちゃりプルルンとしてました。1日断食すると 1.5kg も痩せてました。翌週も断食すると 1kg 痩せてました。そんなこんなで30日後の3月29日にはなんとマイナス 4.2kg のダイエットに成功していました。次は4月の1日から6月4日の記録です。4月は順調に痩せていき、4月の29日でマイナス 6.5kg を達成しました。そこからゴールデンウィークでですね、結構リバウンドして 65kg に戻ったりもしたんですけれども、ただ断食すればリバウンドもリセットできると思ってたので後悔はなかったです。実際1日の断食だけで 1.6kg 減らすことができました。そこから順調に体重は減っていき、6月4日ついに最初目標としていた 62kg を切ることができました。この日は月曜断食を始めてちょうど100日目だったんですけど、マイナス 7.1kg を記録して嬉しかったのを覚えています。お腹周りもかなりスッキリしたのではないでしょうか。ダイエットでは一度目標体重を達成してしまうと、そこからリバウンドすることってよくあると思うんですけど、私の場合も過去のダイエットではそうでした。では今回はどうだったのか、続きを見てみましょう。6月5日から9月の9日です。6月はだいたい 61kg から 63kg 台を行ったり来たりしています。たまに 64kg とかですね、リバウンドしちゃう時もあるんですけど、で引き続き7月も61、63kg 台を行ったり来たりしてましたね。ただ8月になると一気に体重が落ちて 60.7kg を記録します。この時点でマイナス 8kg を達成するわけなんですが、もうこれ以上痩せなくていいかなという感じでしたね。その後60から 62kg 台を維持してたんですけれども、たまに 63kg になったりするような時もありました。このリバウンドで気が少し緩んでたようですが、ちょうど9月の9日に健康診断の予約を入れていたので、その日までにもう少し体重を落とせるよう気持ちを切り替えました。そして迎えた9月9日当日の体重は 61kg でした。これで悔いのない状態で健康診断に臨むことができました。さて、体重の推移の紹介はここまでです。ここからは皆さんが月曜断食について気になるだろうなというポイントだったり、私なりのおすすめポイントを説明していきたいと思います。まずは気になるであろうポイント3つ紹介します。1つ目は断食は辛いです。週に1回といえども断食はやはり辛いものでした。1日に水を 1.5 から2リットル飲みましょうということではあるんですけれども、実はこの水が結構飲むのが辛かったりするんですよね。なので意外と白湯の方が飲みやすかったり、気分転換にコーヒーなんかも飲んでたりしましたね。はい。ただ目標体重を達成してからはちょっとやり方を変えて、プロテインだけは飲んでいいというマイルールを作りました。このおかげで空腹は感じなくなりましたね。プロテインを飲むようになったのは、やはり断食をすると筋肉量が落ちるのかなという懸念点があったので、プロテインでなんとか筋肉量を守ろうということで考え方を切り替えました。2つ目は食費に関してです。食費なんですけれども、月曜断食は基本的に
朝フルーツだったりヨーグルトを食べるんですが、このフルーツが結構高いんですよね。なので私の場合は価格が比較的安定しているバナナだったりキウイフルーツをよく食べるようにしています。ただ主食の白米を平日食べないので、お腹を満たすためにお肉や野菜をいつもよりかたくさん買うことになり、食費は上がってしまいました。なので帳尻を合わせるために運動はもっぱら家でするようになりました。宅内のトレーニングに飽きたら今日のように2人でウォーキングをして汗を流すようにしています。ジムに行かない分節約になっていると思います。3つ目はタンパク質の摂取量についてです。月曜断食では朝はフルーツにヨーグルト、夜は野菜中心の食事となるので、昼食に肉や魚をたくさん食べていてもどうしてもタンパク質の摂取量は少なくなります。なので夜でも豆腐や卵、鶏肉などタンパク質の多い食材を食べるようにしていました。これもマイルールになっちゃうんですけどね。次はおすすめポイント3つ。1つ目は効果がすぐにわかる点です。前半の体重の移り変わりのコーナーでも話をしましたが、断食の翌日って1キロぐらいすぐに体重が減るんですね。効果がすぐにわかるのでモチベーションの維持がすごくやりやすかったです。2つ目は休日をすごく楽しめたことです。ダイエットする前、もともと週末は外食したり友人たちと楽しく食事をするということが多かったので、週末に食事制限がないということは私にとっては非常にありがたかったですね。週末のバーベキューなんかも思う存分楽しむことができました。3つ目は家族もダイエットできてしまうかもしれない点です。私のパートナーのシゲは最初全くダイエットするつもりはなかったんですけど、結構食べてるのに痩せていく私の姿を見て、断食はしなかったんですけど、いつも食べてる白米を豆腐に置き換えて一緒のものを食べていると知らないうちに痩せていきましたね。彼の場合合計8キロぐらいは痩せました。なので今回私自身のダイエットが成功したよりも彼がダイエットに成功したのがすごく嬉しかったです。はい、ここから後半部分のまとめになります。行ってみましょう。断食は辛いか。はい、最初の一月は特に辛かったです。水を飲むのが辛くて温かい白湯やコーヒーを飲んで代用していました。ある程度痩せた後は断食日でもプロテイン飲料は飲むようにしていたので、断食日が辛いということはなくなりました。食費は上がるかということで、私の場合は上がりました。朝食用のフルーツが高いということと、主食以外のものでお腹を満たすために食材が増えた結果食費は上がるようになりました。しかしタクトレをしたりウォーキングでこのジムに行くお金を浮かせたことで帳尻を合わせていました。タンパク質の摂取量は十分なのかという点ですが、朝食と夕食はフルーツと野菜が中心なので、昼食だけではタンパク質量は不十分だと思います。夕食にも豆腐、卵、肉類を食べるように私はしていました。ではここでおすすめポイントを3つ。1つ目は断食効果がすぐに確認できることです。これによってモチベーションの維持が簡単になります。2つ目は週末を思い切り楽しめるです。本来の月曜断食では週末であってもそれなりの食事制限というのはあるのですが、私は気にせず好きなものを食べて楽しんでいました。それでも7キロ8キロ痩せれたので、我慢をしてストレスを抱えるよりかは良いかと思います。最後のおすすめポイントは、あなたの家族もダイエットに成功するかもしれません。断食まではする必要ないのですが、あなたが作った料理に加え白米の代わりに豆腐を食べてもらうことで、私のパートナーのようにダイエットに成功するかもしれません。いかがでしたでしょうか。今日の散歩はここまでです。私とシゲはもうしばらくこの月曜断食を継続していきたいと思います。今日はこれから近くのスーパー銭湯で汗を流して帰りたいと思います。それではまたお会いしましょう。またね。